読めの一番難しい部分ですよね。ここ苦労するよねと思うところです。ただただ練習するだけではなかなかピアノは上達しません。塊、塊、塊、この3つの塊があると思って弾きましょう。意識しながら練習すると本当に弾きやすくなりますし、本当に滑らかに弾けるようになります。皆さんこんばんは、かなかなです。さあ今日も一緒に頑張っていきましょう。今日は皆さんの中から公開レッスンをご希望された方の動画を参考にしながらレッスンを進めていきたいと思います。実際にどんなところが困っているかを動画を見ながらレッスンすることで皆様にとってもとてもわかりやすくお伝えできるかなと思います。今日は M さんから動画が届きました。M さんは愛の夢第3番を練習されています。M さんからいただいたメールの件名にかなかなさん助けてくださいと書いてありました。助けますよ。 M さんからのメッセージです。なかなか難しくて苦労しています。特にこの動画の部分がすごく苦手です。飛躍と右手の音が多くて左手も複雑な動きをするこの部分は何度弾いても引っかかってしまいます。特に飛躍は私自身もともと苦手でなかなか音がはまらず苦労しています。苦手な部分が多いこの部分をどうしたら滑らかに弾けるようになるのか教えてほしいです。よろしくお願いしますとのメッセージでした。それではまず M さんの演奏を聴いてみましょう。この愛の夢の一番難しい部分ですよね。私もよくわかりますし、この動画を見てくださってる皆さんもわかるわかるわかる、ここ苦労するよねと思うところですよね。今日のレッスンでは滑らかに弾けるようにするためにどのような練習方法があるのか、どんなところに気をつけて弾けばいいのかをしっかりとお伝えしていきたいと思います。ただただ練習するだけではなかなかピアノは上達しません。わかりやすくポイントを教えていきます。この左手の部分、まずこの左手の動きが難しいですよね。M さんの左手の動きを見ていると音を塊で考えるのではなくて1音ずつ狙って1音ずつ感じながら弾いてるように見えます。もちろん弾くのは1音ずつではあるんですけども、ピアノを弾くときにできる限り用意できるところまで指を準備しておくというのは最低条件だと私は思っています。ですのでこの左手楽譜を見たときにこの親指のドと小指のド、ここまでしっかり準備ができる幅になっています。ド、ミ、ソ、ドとすべての指を用意してから音を弾きます。M さんはこの小指、また3の指、2の指の準備ができていないまま一つずつ音を弾いていっているように見えます。このように指が準備されていない状態だとミスもしやすく頭にも入らず横の流れもなくなり滑らかではなくなってしまいます。まずこれは必ず頭に置いといてください。ではその次、ドミソドの次はもう一つ下がってヘ音記号のミソドミ、ミソドミを弾きます。この時も親指から小指まで用意できるところに指を置いてから弾きます。そしてあとこの小節では2つ音が残っています。ソとド、ここもまた移動して
練習の仕方は、まずは和音で練習していきましょう。こんな感じです。なんだその練習と思われた方もいらっしゃるかもしれません。この感覚をまずは体に覚えさせましょう。最低10回ぐらいはやってほしいです。動画を止めて何度もやってみてください。そしてこの和音が体に入ってきたら、今度はバラバラに楽譜通りに弾いてみます。塊、この3つの塊があると思って弾きましょう。そしてこれも慣れてきたら、この3つの塊を1つの流れで弾いてみます。先ほど3つの塊で練習した時は、小指を弾いた後一度上げて次の親指に入っていましたね。この一度上げたところを次に練習するときはつなげて弾いてみます。そうすると3つの塊が1つの流れとして音楽がつながります。この練習をするだけでぐんと上達します。これに慣れてきたら少しずつテンポアップしてみましょう。和音の練習も早めてみてもいいと思います。このように一音一音拾っていくのではなく、音楽の流れというのはこう横でつながってできているものなので、それを意識しながら練習すると本当に弾きやすくなりますし、本当に滑らかに弾けるようになります。同様に次の小節もやってみましょう。次もまずは和音で塊ってなんか変な言葉ですが、3つの塊で和音で練習していきましょう。和音で練習すると指が必ず用意されないと和音って弾けないので、指の準備のとてもいい練習になります。さあ、これに慣れてきたらバラバラに楽譜通りに弾いてみます。これにも慣れてきたら、今度は音をすべてつなげて弾いてみます。音はつなげてもしっかりとこの塊を意識して、それが長い一つの音楽の流れになるように弾きます。このような形のところは同様に練習してみましょう。さて、続いて左手。今やった練習のその間に和音が入ってきます。ここの跳躍がまた難しさをアップさせるところなんです。このように先ほどの音楽の流れの間にポンと和音を弾かなくてはならないので、またそっちにも意識がいって難しいことがたくさん増えて、右手も和音ですし、もう本当に難易度の高いところです。先ほどの流れの練習をして、その次の段階の練習の話をしたいと思います。この飛躍、この跳躍の練習は和音を弾いた後に
先ほどの塊の最初の和音、これの和音バージョンでしたよね。この行ったり来たりする練習をします。こんな感じです。跳躍の時に大事なことはこの飛ぶ感覚です。感覚なんてわからないと思われる方もいらっしゃいますが、この練習をするだけで全然変わります。余裕が出てきたら目をつぶって練習したりするのもいいですよ。次の小節はここは思ってるほど離れていません。そして次。ここは先ほどより離れたのでちょっと頑張ろうと思って弾くと思い切って前に進めます。そして次の小節。ここはすごく離れます。さあ、そしてこの4小節を和音で練習してみます。この左手の練習で感覚がぐーんとアップします。間違いないですからね、頑張ってくださいね。そしてその感覚のもとで楽譜通りに弾いてみます。この練習で左手の感覚しっかり身につけて滑らかに横に音楽が流れるように弾けるようになる最大の近道だと思います。そして右手は和音ですがそんなに離れる和音ではないですよね。ここの和音もどの音が次に残っているか、どの指がどれだけ動くか、どんな風に移動するかというのに重点を置いて考えながら弾くと弾きやすくなります。1音ずつ和音を弾き直すのではなく、こんな感じで弾くのではありませんよ。新しく音をゼロから弾き直すという感じではなく、例えばドハラドの次に行くシファラシはファとラの音は残っていますよね。この2と3の指です。残った指は動かさなくていいので、その他の指、どの指が動いているかを考えて弾くと、ただただ左に1と5の指をちょっとずらすだけでここは弾けます。そしてまた戻すと、そして次もまだファとラには指が残っていて、次に1と5の指をずらします。右にずらします。そしてようやくその次の小節で新しくすべて指をリセットするかのようにみそみと新たに弾きます。このように指の移動をしっかりと練習している時に考えながら移動させることで無駄なエネルギーも使わないし、頭の中で整理しやすくなります。さあ、この練習を踏まえた上で一度両手でここまで弾いてみましょう。ゆっくりからで構いません。このようにただ
だただ音を拾って練習するのではなく、どのポイントに気をつけて弾いたらいいのか、どのように考えながら弾いたらいいのか、しっかりと研究しながら練習を重ねることで音楽が滑らかに弾けるようになったり、体にすぐに入りやすくなります。これはたくさんの生徒さんを私は見てきましたので、もう絶対と言えることでもあります。なかなか自分で練習するにはこのような練習の仕方は教えてもらえませんので、このカナカナ先生のもとでしっかりと学んでくださいね。誰も教えてくれない秘密のコツをこれからも皆さんにたくさん伝授していきたいなと思っています。もし皆様の中でこんなところを悩んでいる、ここどうやって弾いたらいいのというところがあれば、動画と一緒にぜひ送ってください。このような形で公開レッスンしたいと思います。一緒に頑張りましょう。現在カナカナファミリーピアノアワード開催中です。私カナカナの楽譜で演奏した動画であれば送っていただくだけで参加できます。締め切りは2月28日。ぜひ日々の練習の目標としてもお気軽に参加してみてくださいね。皆様のご応募お待ちしております。この動画がいいな、お友達と共有したいな、役に立ったなと思った方はいいねボタン、コメントよろしくお願いいたします。いつもありがとう。バイバーイ。